実際の事実をなるべく抽出するように心がけた方がいいですよね。なるほど。残業に関してはごまかしてカットされる。なぜその給料がいけないのか。多いとか少ないとかって勝手に自分で勘違いしてるんですよ。そっか。やめたらいいんじゃないですか。こんにちは。このチャンネルでは今の時代に通用する組織づくり、育成術など役に立つ内容をお話ししています。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。今日もよろしくお願いします。お願いします。実はですね、今転職活動中なんですよ。はい。ちょっと次行きたい企業とかいろいろリサーチしたりとか、面接行ったりもしてるんですけど、今巷でも言われてるブラック企業って言われるところにはやっぱり入りたくなくて、最近ちょっと書籍とかネットとかで、こういう会社はブラック企業だよみたいな、見抜くサインみたいなのをちょっと調べてきてるんですけど、本社長のブラック企業に対する見解が、ちょっとまだ僕自身理解してないんですけど、ブラック企業に対する考えとか、そういうのもちょっとお聞きしたいなと思いまして、こういう会社はブラック企業って言われてる、そのゆえんですね、をちょっとバーッと羅列していこうかなと思うんですけど、まず長時間労働が常態化してる会社、ここはやめた方がいいよと言われてまして、定時で帰ることがほとんどなく、残業が当たり前だと。みなし残業制度が悪用されていて、実質的にサービス残業が発生しているみたいな。これについてはどう思いますか？事実がちゃんと引っ張り出さなきゃダメですよね。サービス残業って言うけど、みなし残業がついてるとか、ね、じゃあそれを悪用してとか、悪用ってなんだよ。みなし残業の悪用ってちょっとよくわかんないですよね。実際のちゃんとその勤務時間、労働時間を確認するしかないですよね。じゃあ何時間が普通でとか、何時間があり得る話で、なぜその残業が発生してて、みたいな、そういうのを一つずつちゃんと把握すれば分かる話だと思うんですけどね。なるほど。みなし残業が全部悪いんだったら、それこそ某ね、上場会社とかってみなし残業でって一時期話題になってましたけど、確かに。あれもダメじゃないですか。あれブラックですかみたいな話ですし、長時間労働があって言いますけど、外資の金融なんか残業しまくりですよ。でもそれでも給料もらってるから誰も文句がないですよね。そっか。だからその何が悪くて何がいいかっていうのを短絡的に捉えすぎなんで、長時間労働が×とかみなし残業が×とかっていうのは、×か丸かは考え方によるし、シチュエーションによるので、あなたにとって丸か×かって話ですよね、まず。そうですね。実際の事実をなるべく抽出するように心がけた方がいいですよね。なるほど。だから一概にはブラックかどうか言えないですよね。ありがとうございます。続いてが、あまりにも離職率が高い会社。実際に僕この間、ある企業に面接行った時に、面接官の方に、うちはすぐ人が辞めるからって言われたんですよ。で今入れ替わりも激しい。数ヶ月から1年以内に多くの社員が辞めていく。これもブラック企業のゆえんかなとは思ったんですけど。関係ないですよね、僕からしたら。関係ないですか？すぐ辞めるのはなぜすぐ辞めるのかっていうのを、ちゃんと深掘った方がいいですよね。例えば、パッとその話を聞いて思い浮かぶの例だと、めちゃめちゃ営業会社とか、例えばじゃあ、アウトバウンドのひたすらコールセンターとか、こういう会社って昔ながらでいくと、とにかく人いっぱい雇うんですよ。面接してる意味あるぐらいの。とにかく全員合格みたいな。でもなんでそうしてるかっていうと、結局誰がそれに耐えられるかわからないから、とりあえず雇って、で、ダメだったら勝手に辞めるからいいじゃん、それで、みたいな。昔も結構そういう会社あったんですよね。今でも多分そういう会社ありますよ。それはそれで、もうちょっと分解すると、会社がそういう採用方針で、そういう企業方針だからっていうのを聞いていけばわかるじゃないですか。僕がもし例えばうち離職率高いんだよねって言ったら、なんで高いと思いますかって聞いちゃいますよね。何が原因で高いですか？むしろそれ下げようとしてますって。いや、してないとかって言うかもしれないですよ。そんなこと面接言っちゃうんだったら。そもそもそれでいいと思ってるかもしれないけど。でそれを聞ければ結構事実分かってくるじゃないですか。じゃあこういう仕事するんだと。もしくは採用がゆるゆるすぎるって話ですよ。誰でもよく雇っちゃうから、それはやめるんだと。なるほど。いう話かもしれませんし。実態を把握してないですね。離職率が高いのも、じゃあ何パーだったら高いんですかって今答えられますか？答えられないです。でそういうのも調べてないですよね。ブラック企業がどうのこうの言う前に、労働基準法とか、そういうじゃあ一般的な離職率とか、そういうことを勉強した方がよっぽどあなたにとってプラスだと思うんですよね。確かに。言葉尻だけに捉えられてる部分はありますね。それで言うとこれもちょっと言うのがちょっとあれなんですけど、給料が異常に低い。そうですね。異常に低いって何ですかって言ってますよ。
そもそもだからそういうのも最低賃金割ってたりとか、はい。悪意あるサービス残業うんの会社としてのカットとか、うん。うん。そういうことをちゃんと事実としてうんしっかりと確認していかないとダメですよね。うん。なるほど。例えばだからよく言う、僕らも全国拠点があるから、はい。地方とかで行くと、例えば老舗のね、誰でも知ってるような、あそこのあれみたいな会社だとしても、はい。地方の、結構豪族みたいなのがね、経営してる会社ってあって、はい。で、給料は高卒の新卒で入って、ほとんど最低時給。うんうんうん。例えば、1日8時間、計算、はい。週5日40時間、仮に4週間のうち160時間、はい。はい、給料16万です、みたいな。ああ。総支給が、みたいな。でもこれ別に低いですけど、最低賃金が地方でね、1000円、例えば950円とかあったら、割ってないわけなんで別に違法ではないんですよ。確かに。でそれを選択したのはあなたですよね、という話で。はい。仮にここにね、絶対に残業を強制される。はい。1日1時間。はい。だけども、残業に関しては、ごまかしてカットされる。これだったらじゃあブラックってでもしょうがないのかなと。意図的にカットされる。しょうがないかなと思いますけど、そうでなかったら、それは給料低いの当たり前じゃんって。でも別に違法じゃないし。それを異常な給料の安さでって仮に表現してたら、自分はアホですって言ってるのもからちゃんと事実の数字出した方がいいですよね。なるほど、なるほど。なぜその給料がいけないのか。労働基準的にじゃあ最低賃金割ってるからなのかとか、残業代とかがちゃんと計算されたら意図的にカットされていてとか。はいはい。確かに。ありがとうございます。これ僕ちょっとブラック感強いかなと思ったんですけど、面接時の説明と様子が違う、内容が違うってことなんですけど、例えば残業はほぼなしと言われたのに入社したら毎日残業とか、これよく周りでも聞くケース多いんですけど、これについてどう思いますか？これもね、ちょっといろいろ確認しないとわかんないですけど、残業がほぼないって、ほぼってどういうことを指してるかちゃんと確認した方がいいですよね。確かに。例えば自分のほぼないははい、ゼロ、たまに1時間みたいな感覚が、その面接官の感覚値だとほぼっていうのは毎日2時間残業するぐらいがほぼないっていうことかもしれないし、皆さん、そうなんか自分のバイアスで相手と価値観違うのに、ほぼとかちょっととか、多いとか少ないとかって、勝手に自分で勘違いしてるんですよ。そっかそっか。だから調べてないんでしょうね。深く。だから、逆の立場でもしその会社が本当にじゃあブラックですよみたいな、ごまかすために言ってるんですよっつったら、ほぼないねって言うに決まってんじゃないですか。ほぼって1時間も2時間も言ってないんで嘘にならないんで。確かに。はい。それをほぼないって言ったから入ってない毎日1時間あるじゃないか。嘘じゃんって。だとしたら、じゃあそれを見抜くんだったら、ほぼって具体的にどのぐらいでしょうか。言えばいいじゃないか。確かに確かに。そういう意味ではね、見抜けっていうテーマからすると、事実を聞くっていうことが、そういうポイントなのかもしれないですけど。そうですね。あと、例えば、ノルマやプレッシャーが異常に厳しいと。達成不可能なノルマを課されて、未達成時には厳しく罵倒される。それも事実としては、ノルマって、そもそも何をもってノルマと言いますかと。例えば、ノルマってじゃあ達成できなかったら何があるんですかって話ですよね。これに関しては、ひどいところによっては、労基法違反の可能性がありますし、そもそも罵倒を浴びせられるとこれはパワハラじゃないですか。仕事ができないことに罵倒を浴びせられる。本当に罵倒だったらね。叱責されるとかは別にパワハラじゃない場合もあるので、そういう意味では、ノルマというよりかは、これも聞けばいいですけどね、ノルマとかありますかとか。確かに。逆にノルマがあるかないかよりも重要なのは、ノルマを達成できなかった時に何があるかって話なんで。達成しなかったら何があるんですかって確認すればいいんじゃないですかね、別に。何もなかったら別に関係ないですよ。なるほど。これはどうですかね。横行が蔓延している。リーダーが高圧的で怒鳴る人格否定をする文化が根付いている会社。入っちゃったらってことですか？入っちゃったら。やめたらいいんじゃないですか。総称して思うのは、確かに入る前になるべく見抜きたいですよね。そうですね。なんですけど、確かに知識がなかったら見抜けない。じゃあどうやって見抜くんですかって言うけど、見抜き方みたいなのも、ブラックかどうかじゃなくて、自分がやっぱり合ってるか合ってないかっていう文脈で、例えば3年なら3年働けるかとかっていう文脈で、いろいろ見ていった方がいいと思いますね。ブラックかブラックじゃないかって超曖昧すぎるんで。確かにそうですね。もっと言うと、仮に入っちゃったとしたらすぐ辞めたらいいんですよ。僕もね、続けた方がいいよと言ってますけど、本当にやばかったら辞めたらいいじゃん。辞
めさせてくれないとか、はい。ありますけど、いやいや、それこそね、情報弱者の克服した方がいいですよね。そんなこと言ったら搾取され続けますよ。まあまあ確かに。言い方悪いけど、国にも、社会にも、そういう企業にも。労働基準をちゃんと最低限でも学んだら、簡単ですよ。別に辞めれますよ。で辞めて不利益被るんだったら、それも対応はありますよね。なるほど。でそれに関しても、会社がどういう態度で来るかとかって大体想像できるし、何をやったら会社が嫌かもわかるし、嫌がらせの応酬とかしてもしょうがないんで、対策なんかいくらでもできますし、それが自分でできなかったら、今だったらね、あんまりお勧めはしないけどね、別に代行代執行者とかね、無料の法律相談とか、誰でも相談できそうな。確かに確かに。自分で勉強したらいいんですよ、別に。そしたら別にそんな困んないですよね。一番ダメなのは、その人にとって本当に合わなくてやばい会社に入ってしまった時に、続けてメンタルやむぐらいだったら、さっさとやめてしまえと。もう一回無駄にしてすぐやめたっていうのを履歴書にちょっと前書きづらいこと起こっちゃうかもしれないけど、メンタルが食らうぐらいだったらやめちゃえばいいのにと。やめるための別に知識、ノウハウは自分でも勉強できますし、いっぱい転がってますし、叱るべきところに別に最悪確認しに行けばいいし、おっしゃる通りですね。それで対応すれば別にそんな大したことにはならないですよね。確かに。ブラック企業のサインを見抜け、とにかく事実確認を徹底する。まあだから一つ目は、曖昧はやめて、ちゃんと事実。もし事実に答えられなくても、後でからでも出してもらえばいいじゃないですか。だから事実情報をなるべく集めると。なるほど。一つ目ですよね。確認するですよね。さっき言ったように。二つ目は、ブラック企業かどうかじゃなくて、自分が続けられるか続けないかを何をもって判断するのかと。いうことを一回整理した方がいいですよね。できてない人多そうですね。じゃないと、ブラック企業っていうよくわからない曖昧な線引きを、例えば A さんが言ったらブラック企業、B さんが言わなかったらブラック企業じゃないとか、よくわからない判断軸でブラックかブラックじゃないかとか言ってるじゃないですか。確かに。だからそれはブラックかどうかどうでもいいんで、自分にとって続けられるか続けられないかの基準ってなんだろうなと。さっきの残業があまり多いとこうだとか、勤務場所とかさ、給料とかも最低限見てるわけでしょ。同じじゃないですか。勤怠の時間とか、平均とか、例えばこの会社土日休みか土日休みじゃないかとか、深夜早朝勤務あるか出張あるかないかとか、自分が耐えられないと思うようなことを何か書いてって、その限度を書いてって、それがあるかないか全部確認していった方がいいですよね、面接で。確かに。今売り手市場になったわけだから、逆に言うと、企業も割と昔に比べてはだいぶマシになってきてるんですよね。あとは、企業が従業員を選ぶだけじゃなくて、ちゃんとしてる人だったら、従業員サイドから会社を選ぶっていうことも往々にしてできるようになってきてるわけじゃないですか。だからやっぱりそういうのをちゃんとまず書き出して、自分は何が良くて何がダメなんだと。それ線引きちゃんと自分の中で考えた方がいいですよね。おっしゃる通りですね。最悪、わからなくて働いてしまって、本当にやばいなと思ったらすぐ辞めなさいと。すぐ辞めるの手だっていくらでもありますよと。辞めれないっていうことはないですよ。自分が行動したりとかちょっと助けてもらえば辞めれますよ。ありがとうございます。皆様からいただくいいねやコメントはいつも見ていて励みになっています。この動画が気に入ったらぜひいいねやコメントをお願いいたします。